皆さんこんにちは。先輩ジャパニーズカフェへようこそ。ゴリです。こんにちは、猫です。今日もよろしくにゃ。今日のテーマは仕事を辞める時の日本語です。転職する時ってやることが一気に増えるんだよね。書類の名前が難しくて、正直僕はよく分かっていません。大丈夫、順番に一つずつ見ていこう。前回は文房具の話でしたね。そう、書き味とか手に馴染む一本の話をしたね。キーフレーズはかゆいところに手が届くでした。使ってみた人いるかにゃ。僕は点を選ぶ時に1回使いました。今日はちょっと現実的な話です。仕事を辞める時何から手をつけるか。実は友達から相談されたんです。転職したいけど手続きが分からなくて不安だって。それすごく多い悩みだと思う。日本人でも迷いますよね。迷う。私も最初は全部会社がやってくれると思ってた。違うんですか？半分は自分でやる。しかも期限が決まってるものが多いの。期限。急に怖くなってきました。大丈夫。今日はその期限を全部整理していくから。お願いします。まず辞めると決めた日から話そうか。決めた瞬間にやることがあるんですか？あるある。最初にやるのは就業規則を読むこと。就業規則。会社のルールブックですね。そう。そこに退職の申し出は何日前までって書いてある。へえ、会社によって違うんですか？違う。1ヶ月前が多いけど、2ヶ月前の会社もある。そんなに前に言うんですね。ちなみに法律の方はもっと短いな。法律にも書いてあるんですか？うん。民法では申し出から2週間で辞められることになってる。2週間。就業規則の1ヶ月と随分違いますね。違う。だから揉める原因にもなりやすいところ。どっちに合わせればいいんですか？基本は就業規則に合わせて早めに言うのが安全。なるほど。引き継ぎの時間もいるしね。次は誰に言うかですね。そう。ここ。順番を間違えると気まずくなる。順番。最初に伝えるのは直属の上司。同僚が先じゃないんですね。うん。仲のいい同僚に先に話して噂で上司の耳に入る。ああ、それは気まずいです。でしょ？だからまず上司に時間をくださいってお願いする。その一言、覚えておきます。そこで渡すのが退職届ですか？そこ実は2種類あるの。退職願と退職届。何が違うんですか？退職願は辞めさせてくださいっていうお願い。お願い。うん。だから受理される前なら取り下げられることもある。退職届の方は、こっちは辞めますっていう通知出したら基本は撤回できない。同じような名前なのに重さが全然違いますね。書き方も意外と決まってるの。自由に書いちゃダメなんですね。ダメじゃないけど定型があるからそれに乗るのが楽。例えば、理由のところは一身上の都合によりって書くのが普通。一身上の都合。そう。自分の事情ですという意味の決まり文句。詳しく書かなくていいんですか？いいの。むしろ細かく書かない方が綺麗。辞める日までにやることは何ですか？一番大事なのは引き継ぎ。引き継ぎ。自分の仕事を次の人に渡すこと。口で説明すればいいですか？紙に残した方がいい。手順を書いた資料を一つ作っておく。ああ、それは親切ですね。自分のためでもあるの。辞めた後に電話がかかってこないから。それは絶対やります。有給休暇はどうなるんですか？残ってる分は辞める前に使えるよ。全部使っていいんですか？権利としてはね。ただ、引き継ぎと重ならないように相談する。最後にまとめて、休む人多いですよね。多い。有給消化っていう言い方をする。有給消化。聞いたことあります。うん。ただ、休みに入る前に引き継ぎを終わらせておくのが大人。音ね。最終出社日には挨拶もあるよ。みんなの前で話すんですか？会社によるけど、短くお礼を言う場面はよくある。何を言えばいいんですか？長くなくていいの。お世話になりましたで十分。
お世話になりました。そう。それと、ありがとうございました。この2つで足りる。不満は言わない方がいいですか？言わない。世界は狭いからどこで再会するかわからないの。辞める日に会社に返すものはありますか？あるよ。まず、健康保険証。保険証、返すんですね。うん。あれは会社を通して入っている保険のものだから、他には、社員証、名刺、鍵、会社から借りたパソコンや制服も、借りているものは全部ですね。そう、貸与品っていう言い方をするの。対有品。逆に会社からもらう書類もあるの。もらう方が大事そうですね。すごく大事。これを忘れると、後で全部止まる。何をもらうんですか？大きく4つ。離職票、源泉徴収票、雇用保険被保険者証、年金の書類。名前が長すぎます。一つずつ見ていこお願いします。う。まず、離職票。これが一番大事。離職票。会社を辞めた証明で失業保険の手続きにいる紙。これがないともらえないんですか？もらえない。だから辞める前に必ず送ってくださいって頼んでおく。辞める日にはもらえないんですね。その場では出ないの。会社がハローワークに届けて、それから作られるから。どのくらいかかるんですか？会社は辞めた日の翌々日から10日以内に届けることになってる。10日。手元に届くのはだいたい2週間前後かな。次は源泉徴収票ですね。そう。1年間の給料と聞かれた税金が書いてある紙。これは何に使うんですか？次の会社に出す。それで年末調整をしてもらう。自分で計算しなくていいんですね。うん。会社が代わりにやってくれる。これも後から届く感じですか？最後の給料が確定してからだから、辞めた後になることが多いね。なるほど。残りの2つは何でしたっけ？雇用保険被保険者証と年金の書類。舌を噛みそうです。雇用保険の方は次の会社に出す小さい紙。番号が書いてあるんですか？そう。ずっと同じ番号を使うから会社が変わっても引き継がれるの。年金の方は、基礎年金番号がわかるものね。今は番号の通知書を持ってる人が多い。どっちも番号が大事なんですね。書類が来ないときはどうすればいいですか？まず会社に連絡する。担当は人事か総務。催促していいんですか？いいよ。忘れられてることも普通にあるから、言いにくいなぁ。そういう時のために言い方を用意しておこう。お願いします。離職票の発行をお願いできますでしょうか？これで十分。丁寧ですね。それでも来ないときは、ハローワークに相談できるの。さて、ここからが本番。保険の話。保険証を返した後、病院に行けるんですか？そこをみんな心配するところ。だって返しちゃうんですよね。うん。会社の保険が使えるのは、辞めた日まで。翌日から無保険ですか？翌日から次の保険に入る。開けちゃダメなの。開けたらどうなるんですか？病院代が一旦全額自己負担になる。3割じゃなくてね。それは痛いです。次の保険ってどれを選ぶんですか？選択肢は大きく3つ。1つ目は、今の保険をそのまま続ける方法。任意継続っていうの。任意継続。2つ目は、市役所で入る国民健康保険。略して国保。3つ目は、家族の保険に入れてもらう方法。扶養に入るっていうの。3つとも自分で選ぶんですね。この任意継続にはきつい期限があるの。出ましたね、期限。辞めた日の翌日から20日以内。20日。短い。短いの。しかも1日でも過ぎたらもう入れない。厳しすぎませんか？厳しい。だから辞める前に決めておくのが安全。条件はありますか？辞めるまでに続けて2ヶ月以上入っていた人が対象。任意継続なら保険料も同じですか？そこが落とし穴。落とし穴。
今までは保険料を会社と半分ずつ払ってたの。あ、会社が半分出してたんですね。そう。辞めたらその半分がなくなる。ということは、目安で今までの10倍くらいになる。倍。想像していませんでした。だから国語といくらになるか両方聞いてから決めるといいよ。国保の方はどこで手続きしますか？住んでいる市役所や区役所の窓口。これも期限がありますか？原則14日以内。また出ました。14日。日本の手続き14日がすごく多いの。覚え方がありますか？締めの手続きは2週間以内って覚えておくと楽。2週間以内。メモしました。扶養に入るのはどんな人ですか？家族に会社で働いている人がいる場合ね。例えば、配偶者とか。そう。収入の条件を満たせば保険料がかからないの。かからない。それは大きいですね。大きい。ただ失業保険をもらうと収入とみなされることがある。じゃあ入れないこともあるんですね。うん。金額次第。ここは家族の会社に確認するのが早い。年金の方はどうなりますか？会社にいる間は厚生年金だったよね。給料から天引きされてました。辞めたらそれが国民年金に変わる。これも市役所ですか？そう。同じ窓口でまとめてできることが多い。期限はやっぱり14日以内。やっぱり14日。保険料が払えないときはどうしますか？黙って止めるのが一番良くないの。止めちゃう人いそうですね。いる。でも払えない事情があるなら相談する制度があるの。免除みたいなことですか？そう。収入が下がった人向けの仕組みが用意されてる。窓口で言えばいいんですか？うん。今仕事を辞めていて支払いが難しいですって伝える。正直に言った方がいいんですね。そろそろ失業保険の話をしてください。待ってましたって顔してる。一番気になります。じゃあまず名前から。失業保険って実は通称なの。え？正式には違うんですか？正式には雇用保険の基本手当。基本手当。そう。窓口ではこの言い方の方が通じやすいよ。覚えておきます。誰でももらえるんですか？条件があるの。まず、働く意思があること。イス。うん。次の仕事を探している人のための制度だから。住むためのお金じゃないんですね。そう。それと入っていた期間の条件もある。どのくらいですか？自分から辞めた場合は、辞める前の2年間で12ヶ月以上が原則。2年間で12ヶ月。うん。会社の都合で辞めた人は、もっと短い条件で受けられる。手続きはどこでするんですか？住んでいる場所を担当するハローワーク。何を持っていけばいいですか？離職票と身分証明書、それと通帳やマイナンバーがわかるもの。写真もいりますか？いることがあるから事前に確認しておくと安心。そこで申し込むんですね。そう。給食の申し込みをして離職票を出す。ここが始まりの日。始まりの日。そこからすぐお金が出るわけじゃないの。待つんですか？まず7日間。これは誰でも待つの。7日。この期間を待機っていうの。待機。待つ時期ですね。そう。この間は働かないでいてねという期間。アルバイトもダメですか？注意がいるところ。事前にハローワークで確認して、7日待てばもらえるんですね。自分から辞めた人はもう少し待つの。まだ待つんですか？うん。これを給付制限っていうの。給付制限。前は2ヶ月待つのが原則だったの。長いですね。でしょ？それが令和7年の4月から短くなったの。どのくらいに？原則1ヶ月。半分になったんですね。しかもその1ヶ月がなくなる場合もあるの。なくなる。うん。自分で勉強をした人は待たずに受け取れる仕組みができたの。勉強って何をするんですか？仕事につながる講座を受けること。教育訓練っていうの。
教育訓練。そう。どの講座が対象になるかはハローワークで教えてくれる。それは聞かないと損ですね。損。窓口で必ず1回は聞いてみてほしいところ。お金が出始めたら、あとは待つだけですか？4週間に1回ハローワークに行くの。そんなに行くんですか？その日を認定日っていう。認定日。そこでこの4週間ちゃんと仕事を探しましたかって確認するの。探した証拠がいるんですね。そう。応募したとか相談したとか、それを求職活動っていうの。行かないとどうなりますか？その分が後ろにずれるの。だから認定日は最優先。自分で辞めるのと会社の都合とでそんなに違いますか？違う。待つ期間ももらえる期間も変わるの。会社都合の方が手厚いんですね。急に仕事を失った人を守る制度だから。自分の場合がどっちかわからないときは、離職票に辞めた理由が書いてあるの。そこを必ず見る。もし事実と違っていたら、その時はハローワークで違いますって言っていいの。泣き寝入りしなくていいんですね。ここから外国から来た人に大事な話をするね。はい。働くための在留資格で日本にいる人はもう一つ届け出があるの。保険や年金とは別ですか？別。出入国在留管理庁への届け出。入管ですね。そう。会社を辞めた時と新しい会社に入った時に出すの。期限は14日以内。また14日。これ忘れる人が多そうですね。多いの。保険と年金で力尽きて入管を忘れる。わかります。でもこれは在留資格に関わる大事な届け出だから。窓口に行かないとダメですか？インターネットの電子届け出でも出せるの。郵送でもできる。それなら家からできますね。そう。仕事を探しながらでもすぐ終わるよ。次の仕事の内容は何でもいいんですか？ここすごく大事なところ。大事。在留資格ごとにできる仕事の種類が決まってるの。じゃあ全然違う仕事に移るときは、資格の変更がいることがある。先に確認するのが安全。どこで聞けばいいですか？入管に相談窓口があるし、外国語で来てる電話もあるの。一人で悩まなくていいんですね。税金の方はどうなりますか？同じ年のうちに次の会社に入るならそこで年末調整。さっきの源泉徴収票を出すんですね。そう。前の会社の分も合わせて計算してくれる。年をまたいだ場合は、その時は自分で確定申告をすることになる。自分で。大丈夫。払いすぎた税金が戻ってくることも多いの。それならやる気が出ます。もう一つ忘れやすいのが住民税。住民税。これ、前の年の収入にかかる税金なの。去年の分を今払ってるんですか？そう。だから辞めた後に納付書が家に届くことがある。収入がないのに来るんですね。来る。びっくりするけど間違いじゃないの。心の準備をしておきます。少しお金を残しておくと安心だよ。次の会社が決まっている場合は楽ですか？だいぶ楽。切れ目なく入社するなら保険も年金も会社がやってくれる。自分で市役所に行かなくていいんですね。そう。だから1日も空けないのが理想。1日。月末に辞めて次の日から入社が一番綺麗。間が空くと自分でやるんですね。そう。1日でも空いたら国保と国民年金の手続きがいるの。新しい会社には何を出すんですか？さっきの雇用保険の紙と年金の番号、それから源泉徴収票。もらった書類がそのまま役に立つんですね。そう。だから封筒一つ作って全部そこに入れておくの。なくす人多そうですね。多い。私も一回探し回ったことがある。先輩でもあるんですね。あるある。だから届いたその日にまとめる。転職の面接で辞めた理由を聞かれますよね。聞かれる。ほぼ必ず聞かれると思っていい。正直に不満を言ってもいいですか？
気持ちはわかるけど、言い方は変えた方がいいの。例えば、残業が多くて嫌だったじゃなくて、長く続けられる働き方をしたい。ああ、同じことなのに印象が違いますね。全然違う。前の会社を悪く言わないのが大人の答え方。なるほど。そしてこれからやりたいことを最後に足す。前を向くんですね。今日使える言い方をまとめてもらえますか？いいよ。3つだけ覚えて帰ろう。1つ目。お話ししたいことがあるのでお時間いただけますか？上司に切り出すときですね。2つ目。一身上の都合により退職いたします。書類でも口でも使えますね。3つ目。離職票の発行をお願いできますでしょうか？これは絶対使います。この3つがあれば、だいたい乗り切れるよ。今日は期限がたくさん出てきました。最後に3つ掛け整理しよお願いします。任意継続は20日以内。20日。国保と年金と入管への届け出は14日以内。14日。そして失業保険は離職票が届いたらすぐハローワーク。この3つですね。正直聞く前は逃げたい気持ちでした。わかる。私も書類の名前だけで疲れてた。でも順番が見えると少し楽になりますね。そう。全部同時にやるわけじゃないの。一つずつ。辞める前、辞めた直後、それから落ち着いてから。3段階で考えるんですね。そう。そう考えるとそんなに怖くないでしょ？さて、今日の言葉を整理してみようか。お願いします。今日の表現はこれ。立つ鳥後を濁さず。立つ鳥後を濁さず。水鳥が飛び立つとき、水を濁さないできれいに去るという意味。もう一回言ってもらえますか？立つ鳥後は濁さず。去るときこそ後をきれいにするということ。今日の話とそのままつながりますね。つながる。引き継ぎをきちんとしてお礼を言って出ていく。使い方の例もください。立つ鳥後を濁さずっていうし、最後まで丁寧にやろう。こんな感じ。じゃあ皆さんも一緒に言ってみよう。いきますよ。3、2、1。立つ鳥後を濁さず。言えましたか？今日は辞める時の手続きを一通り見てきたね。期限のある手続きがこんなにあるとは思いませんでした。でも一つずつなら大丈夫。今日の言葉は立つ鳥後を濁さずでした。次の場所でもきっといいことがあるからね。今日も聞いてくれてありがとうございました。